最近どんなことで泣いた？演技ですね。も泣くことある？うあります。家で泣きます。初デートはどこに行きたい？もうでも大人だからな。遊園地とかそういう答えはないんだよな。動物に生まれ変わるなら？でもイルカとかがいいかな。私泳ぎが得意じゃないので。そうなんですか？泳げないんだよね。金槌知らない？これジェネレーションギャップ？あれキャッキ。今日ここはゆうこさんがお泊まりするお部屋ですか？今日ここはそうですよ。素敵。すごい。一緒に今日は楽しみに。ルームツアーです紹介してくださいね。一緒にさんの撮ってくれるりっちゃん。私が撮りますよ。クローゼットか。そうですね。ここに荷物置けばいいのかな。でお風呂はこんな感じで、これなんかすごくない？すごいですよね。ここ透けてるじゃん。スケスケだよ。はい、アメニティもしっかりとあります。すごい CM できそうですよ。ここでゆうこさん何の CM でしょうか？ CM できそう。この CM なんか全てがモダン。いいお部屋です。素敵ですね。このセットもすごいいいよね。お茶どうなってんだ？盆栽？苔玉かな。苔玉じゃない？どうですか？触り心地。じゃあ触ってみて。ちょっと天かす感すごい。天かすっていう感じ。なんかすごいふさふさ。かわいいね。かわいいね。癒されるね、こういうの。はい、チーズ。いい感じです。すごい可愛く撮れたと思います。一応ね、あれもあるの、セルフタイマーが。そうだから撮れると思うんだよね、一緒に。じゃあそこでちょっとこれをこうして。すごい。ちょっと待って、それ可愛いから撮っとこう。撮れない。よいしょ。もう終わり？そんなことない。ちょっと待って。赤くなってる。ここが赤く点滅。ごめん。つけてたわ。白目してたかもしれない。はい、じゃあもう一回そこでちょっと私も入るね。はい。よし、OK。赤い点滅。いいね。こんくらいだったかな。確かに。大丈夫かな。どうだろう。どうなってるかな。すごいでも良さそうな。ね、旅行来たらパジャマ自分で持ってくるタイプ？でもできるだけ減らしたい派なので、荷物を。もう持ってこない。持ってこない頼の方が多いです。私持ってきちゃうんだよね。そうなんですか？何があるか心配だから。でもここのなんか部屋着すごい気持ちよさそう。長袖、長ズボンだし、長袖だし。夏でも長袖、長ズボン派なの、私。そうなんですか？パジャマ。続いて、これまで私たちが一緒にいる時に何してる時が一番楽しかった？何してる時？でもやっぱり美味しいもの食べる時がね、楽しいよね。ご飯食べたい時は、もし自分が男だったら恋人にしたい女性タレント1位は？りっちゃんです。やったー。恥ずかしい。私もゆうこさんです。やだ、嬉しい。でも私普段から男だったらすごいモテそうって言われるんだよね。なんかモテそうです。嘘？優しいし気配りできるし、こんなところ見てくれてたのってもう女の子だったらもうパタパタパタって
倒れちゃう。ありがとうございます次男に生まれた時はぜひよろしくおお願願いしいしまますす恋愛は追いたい派追われたい派？追われたい派かな。わいや嘘、どっちもがいいかも。追ってたいし、追われてたい、お互いになんか思い合ってる感があってその方がいいかもしれない。確かに、素敵。ハーフハーフで。はいハーフハーフです、ハーフハーフで。好きな人とお揃いのものを買うとしたら何をお揃いにしたい？あ、でもマグカップとかかな。高校生とか学生の時はねアクセサリーお揃いにしたりとかしたいなとか思ってたけど、もう今となってはコップとかお皿とか、なんかそれ共有して使えるものがいいかも。初デートはどこに行きたい？もうでも大人だからな、遊園地とかそういう答えはないんだよなどこに行きたいっていうかドライブデートがいいかもしれない。それこそ私運転してる姿を見てその人をそう判断したいから。確かに。そう、ストレス発散のために何かしてる？温泉行ったり美味しいもの食べたり、あとはやっぱり服を買うことですかね。どうしても捨てられないものは？お洋服とか年々捨てられなくなるな。他の人にこうお下がりあげたとしても同じようなの買っちゃったりとかするから。好きな色は？白。何色？白、青、黒です。おー、あ、りっちゃんのペンライトの色白と青だよね。そうです。あ、そうなんだ。好きな色だからそれにしました。好きな動物は？犬です。昔は苦手だったけど今では得意になったことものってある？トマト？食べれるようになった。昔は苦手だったけどある？何か食べ物だとピーマンとか。あ、ピーマン？はい、ずっと苦手だったんですけど、ある日を境に食べれるようになった。美味しいじゃんって食べれるようになりました。自分の好きなところは？でもなんか嫌なこととか寝たら忘れてくれるところがすごい、まあいいことも悪いこともなんか持ち越さず新しい一日を始められるところは好きかな。私もでも基本寝たら忘れるタイプなので、引きずりにくいです。一緒です。自分の嫌いなところは？嫌いなところ？はい、朝に弱い。ね、それこそりっちゃん朝7時に毎朝をね、一回なぜか起きちゃうって言ってたけど、羨ましい。それが。いや最近見たいい夢は？悪夢は？でも最近夢見てないかも。昔よく見てた怖い夢はなんか真っ暗な海の中に浮いてて、その下をすっごい大きいクジラがバーって通るっていうすっごい怖い夢を見てて、でもクジラが夢に出てくるのって結構いいことなんだって。それを知ってから怖くなくなったんだけど、夢見る？結構見てるんですけど忘れちゃいます。朝は覚えてるけど、わかる数時間経つとなんだっけってなります。そうね、最近でも悪夢を見なくなったの。昔追いかけられる夢とかよく見たけど。ね、他人から私誤解されてそうと思うことってある？それこそ YouTube のみっちゃんとのやり取りの時に、みっちゃんに何かこう話しかけられてる時に頭の中で返事をすることがあって、だからなんか傍から見たら無視してるみたいに見えるみたいな。たまに聞こえてないっていうか聞いてない、こうぼーっとしてる時もあるかもしれないけど、なんか割と今なんで返事しないのみたいな時が結構チェックしてるとあって、そうだからそれは心の中で返事をしています。はい。確かにでも仲いいからこそですよね、きっと。今年ハロウィンで仮装するとしたらどんな格好？結構ハロウィンとかさ、やってそうな人って思われてて、意外と何もやらないんだよね、ハロウィン。まあでもちょっと前に USJ 行って、マリオのスタジオがすごい楽しかったから、なんかマリオの格好でもしようかな。いいですね。やってほしい。じゃあルイージお願いします。お願いします。任せてください。今懺悔したい人は？家に置いてきぼりで旅行に来てごめんねルーク。置いてきぼりじゃない、一人じゃないけどね、つけてますけど、なんかいつもちょっとね、なんかちょっとだけ申し訳ない気持ちになるよね。なんかごめんと思いながら。確かに。待ってますね、きっとお家で。待っててください。すぐ帰ります。お土産持って。最近幸せを感じる瞬間は？それこそ愛犬と一緒に過ごしてる時とか、本当にちょっとしたことで幸せを感じる気がします。最近毎日欠かさずやっていることは？お風呂で足をマッサージするようになりました。もうお風呂上がってからやるのがちょっとついに面倒くさくなって、ながらで、ずっとやってたんですか？それまではお風呂上がってから。まあお風呂上がりはね、そのマッサージっていうか筋膜リリースとか、そういうのをしたりとかしてたけど、なんかお風呂でやっちゃおうと思ってもボディーソープで
私も今日やろう。やってください。やってみます。最近どんなことで泣いた？演技ですね。お芝居で泣きました。六本木クラスの撮影の時に、そういうシーンがあって、その時に泣いたかな。泣くことある？あります。家で泣きます。最近泣いた？最近泣いてないです。あ、よかった。でも家で泣くんだ。家で泣きます。でもストレス発散になるしね。そうですね。なんか一回バーって流して、ケロッとします。はい。はい。宝くじで7億円が当たったら何したい？家建てようかな。半分くらい貯金しよう。だいぶ豪華なお家がねできそうですね。3億5,000万円のお家を建てます。いい夢がある。どうする7億円当たったら？世界一周。全然余るよ。世界一周ってさ、もう1年ぐらいかかるじゃん多分。プライベートジェット買って世界一周したらいいんじゃない？あ、確かに。そしたらすごいお金かかると思う。1回飛ばすのにね何千万かかったはずだから、多分飛ばすだけで何千万だった気がする。写真撮影の時最近好きでよくやるモデルポーズは？何この質問。いやでもなんかほんと歩いてる途中のなんか歩くみたいな自然なポージングが多いかもしれない。確かにポージングは参考にさせていただいて、ずっと見てました。嬉しい、ありがとうございます。どこでもドアが発売されるとしたらいくらまで出しますか？それこそさっき当たった7億円つぎ込むよ私は。確かにそこで余った分を、どこでもドアなんてもういくらでも出すと全財産出します。はい、欲しいですね。欲しい、便利だよね。世界一周それでできるもんね。確かに。得意料理は何ですか？最近和食をよく作るかもしれない。和食。和食ですか？煮物もやるし、焼き浸し、夏野菜を確かに焼き浸してます。美味しそう。サクッと野菜取って食べれるような、麺の上に乗せても美味しいし。確かに確かに。最近漫画でよくある転生、自分なら何になってみたい？でも犬に生まれ変わってさ、愛犬と喋ってみたい。犬同士だったら会話できてそうだもんね。なんか何考えてんのかつかみたい。確かに。動物に生まれ変わるなら何に生まれ変わりたいですか？もうさっき言っちゃったね。転生するとしたらと一緒だ。ワンちゃん。ワンちゃん。でもイルカとかがいいかな。泳いでみたい。私泳ぎが得意じゃないので。そうなんですか？泳げないんだよね。金槌ってやつ？金槌なの。金槌知らない？嘘。何ですか？金槌わかるでしょ？金槌わかるよね。トンカチですよね。そうトンカチ。トンカチってだと水に浮かばないじゃん。だから泳げない人の金槌って、これジェネレーションギャップ？私初めて聞いた。嘘。泳げる？私も金槌で。嘘。全く泳げないです。よかった。何時なのよ。結構な時間だよ。確かに。もう12時だよ。寝なきゃ。ありがとうございます。これずっとこっち向けてさ。全然いいんです。100室でした。100じゃなかったけど。いつもはみっちゃんと一緒だけど、今日はなんと1人なんです。じゃーん。美味しそう。一人旅。誰か見て楽しいのかな？心配になってきた。